実は食事に全くこだわっておりませんで、割と好きなものが糖尿病になりそうなものばかりでしてガソリン補給みたいなものさんで、鍛えるというよりかはコンディショニングを整えていく姿勢ってやっぱすごく大事だなと。今回、本社長の健康を維持する秘訣についてインタビューさせていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。多忙な中での生活だと思うんですけど、やられてることがあったりしますか？そうですね。一つ目食事ですけど、実は食事に全くこだわっておりませんで、基本朝と昼は食べない。夜はやっぱり会食とかあるので、どうしても食べるんですけれども、量は食べないことは気をつけてますかね。嫌いなものはほぼないんですけど、割と好きなものが糖尿病になりそうなものばかりでして。揚げ物とかはもうそうですね。ラーメンとか、ご飯が好きとか、甘いものは全く食べないんですけど、なので、正直食事はあんまり気をつけられてないっていう方が正解ですかね。僕は食事に対しての考え方っていうのは、もう本当にグルメじゃないんですよ。怒られるかもしれませんが、食べる時間ももったいないし、何食べようかと選んでる時間も嬉しくなくて、なので朝のルーティンとしては、朝起きてこれをしてこれをして家出るみたいな決まってるので、そこに食事は入ってないと。で、昼に関しては仕事が忙しければご飯に行く時間ももったいないなと思いますし、並ぶのも嫌だし、昼ご飯食べるとちょっと眠くなってしまったりするので、基本は食べない。何かランチ会食とか、社員と何かがある、誰と行くかが重要で、食べに行くっていう概念ではないですね。健康に気を使って食べてないっていうのはありますか？それラーメンとかですか？ラーメンでも我慢できないんですよね。あんまり食べ過ぎないようにはしてますけど、食べないようにまではちょっと難しいですよね。だからもうとにかく量ですね。もったいない症候群みたいなので、食べ物が出てくると残しちゃいけないと思って食べちゃうんですよ。だけど、なるべく腹八分目みたいな。自分はあんまりできてないですけど、ちゃんと噛むって話ですね。ちゃんと噛んでればやっぱりお腹いっぱいにやっぱなってくるし、それこそ食事は車で言うならガソリン補給みたいなもんさんで、めちゃめちゃ飯食うの早くてですね、イコール噛んでないんですよ。その辺は少し最近は気をつけてますけど、でもやっぱりもう癖は抜けないので、そういうのもあってやっぱり食べなくていいかなと思って。苦手なのはあんこ。パンも食わないですね。めっきりのご飯人間なんです。意外とお菓子とか全く食わないです。甘いものもあれば食べますけど、自分では買わないですね。自分でコンビニ外周しかしない男って言ってますかね。コンビニ弁当、惣菜とかを買って食べてる。基本飲み物、外から外周して飲み物引っ掛けて、食べ物食べるときには拾ってレジに行く。間には寄りません。そういうことですね。はい。あと健康は僕結構体強い方でして、もともと運動神経は割といい方だったりとか、体を動かしてたんで強いのもあると思うし、宣伝みたいになっちゃいますけど、引っ越しも結構良くて、やっぱり体使う仕事でかなりその辺もケア昔はしてたので、自然とやっぱり風邪ひかないとか、熱も出さないとか、そういう風になってったのかなとは思いますと。ただ割とやっぱりデスクワークが多くなって肩が凝るとか、いろいろやっぱ出てきたりもして、今はコンディショニングスタジオ、いわゆるパーソナルトレーニングなんですけど、鍛えるというよりかはどちらかというとコンディショニングを整えていく。で、僕の場合は結構姿勢が良くなかったので、姿勢を正すみたいな、これのトレーニングっていうのを週1ぐらい行っていて、でもう一つはやっぱりカイロプラクティック、ボキボキ鳴らされるイメージあると思うんですけど、これも整えてもらうってことで、割とこれも週1ぐらい行ってます。姿勢ってやっぱすごく大事だなと今思ってまして、姿勢が悪いと肩も凝りやすくなるし、いろいろ負荷がかかるところも変わってきますし、で今自分のスタジオに行き始めて実感してるから、ここはやっぱ気をつけた方がいいなと思ってます。デスクワークが多い方とかもちろんながら、何の仕事をしてる人でも特にやっぱ座ってる人とかですかね、パソコン見てる時間が長い分、姿勢は指数関数的にやっぱ響いてくるんで、正しい姿勢だとか、癖づけられるように努力していくっていうのは結構健康に対しては大きいかもなと思ってます。パーソナルとかそのカイロプラクティックとかって行き始めたのってどれぐらいなんですか？30歳ぐらいからパーソナルでもどちらかというとこっちは鍛える方、別に僕は筋肉ムキムキになりたいわけじゃなかったんですけど、ちょっと太ってきたりとか運動不足だなと思ったので週1ずっと通ってまして、1年ぐらい前にそのコンディショニングスタジオに変わって、これも週1ぐらいはだいたいずっと行ってますかね。カイロプラクティックってどういうのかっていうイメージができてるんですけど、骨ならやつですか？骨鳴らすのが目的じゃないんですけど、マッサージ整体の延長ですかね。僕もね専門家じゃないんであんまうまく言えないんですけど、とにかくその姿勢を矯正するみたいな形で骨の歪みとか矯正したりとか、その中でベッドがガスンガスンなるやつなんで、首も凝ってるとやっぱポキってなりますし、ポキのイメージ多いかもしれないですけど別に痛くないですし、行き始める前と後でやっぱ効果って
そうですね。やっぱり引っ越し会社で現場やってた時、10代の時はものすごい痩せてまして、20代の時もちょっと一瞬太ったり痩せたりとかしたんですけど、30歳ぐらいになってきてやっぱりこう、たるんできてですね。行き出してからやっぱり少し痩せたりとか、ちょっとサボると太ったりとか、なんでやっぱり行った方が体の調子はいいですし、安定してるなっていうのは実感しています。マッサージとか整体とかカイロとか接骨院とか、結構30歳ぐらいからありとあらゆるもの行っていて、で、いろんなありとあらゆるもの行った中で、今の結論はやっぱカイロがいいなと。カイロプラクティックが全部いいかって言われると、多分、行くところにも相性よると思うんですけど、これもさっきの姿勢の話と一緒で、基本的にやっぱ歪みを直すとか、体を正しい方に、こう、矯正を、応急処置もそうですけど、なるべく矯正していくっていうものが、一番体の調子が保たれるなとは思ってます。やる前とやった後だと違うんですか？どちらかというとカイロはやっぱり応急処置が強いかなと思う。単発でいくとなんかすごい体がだるいな、疲れてるなと思った時にやってもらうと少しスッキリして正しい位置に少し戻してもらえるので、スッキリするっていうのが正しいですね。ほっとくとどんどん歪んでいくんで。野球とかも会社では月1草野球の遊びの延長ですけど、相手がいる時は試合かいない時は練習か、あとはね、日曜日とか子供の野球のお手伝いとか、本社長自体も運動される方なんですね。運動は好きなので、はい。社員さんを見る限り、またいい人とかいますね。やっぱ引っ越し業者。そういうのはもちろんあるとは思いますけど、でもなんか意外と引っ越しスタッフってそんなにガタイ良くないですよね。要は筋肉はこうやってついてますけど、手とか足とか胸とかね。でもパッと見は結構細い人多いですよね。できる人はそんなに筋肉隆々でマッチョマンみたいな人よりもどっちか細マッチョみたいな。筋肉やってればつくんで、割と持久力とかの方が重要なんで、要はマラソン選手みたいな体型の人の方ができる人は結構多いですけど、コツみたいなのがありますね。それこそ筋力系のジムに通ってる人は分かると思うんですけど、持ち方とか体の体勢、ポジショニングで負荷がかかるとやっぱ変わるんですよね。負荷の深さも変わるから、例えば腕立て伏せ1個にしても本当に厳密にフォームを作ってやったらそんなにできなかったりとかするんですよ。でも適当に力をかけるところ、負荷かけないでやったら何回でもできるよみたいな、そんなのと一緒で、ちゃんとコツを掴んで体の使い方とか持ち方のコツをつかめば、思ってるほどそんなに力持ちじゃなくても重いものは持てます。だからあんまり重いと感じないような持ち方とか持ち方のコツとか一つでやっぱ普通の人とは全然違うので、だからあれですよ、体が大きい方が逆に引っ越し屋さん本当は向かないんですよ。体が大きいと自分の身体能力、フィジカルで持とうとするんで、結構体痛める人ですよ。僕みたいにちっちゃいと工夫しなきゃ持てないんで、うまく体に負荷がかからないように持とうとするんですよ。だいたい体の大きい人は無理やり持とうとするんで、結構腰痛める人とか多いかもしれないです。これ大丈夫かなあんまり言っちゃいけないからな。病はメンタルからだと思ってますからね。仕事で大事な予定があるときは、やっぱ熱出ないんですよ。で、その大事な予定をクリアして、今日は絶対の用事ないやっていうときに熱出すんですよ。これが何回も続くんですよ。それを経て、これってと、もちろん言うこととかメンタルなんですけど、結局脳がどう考えてるかって、絶対に休めない日とかは僕は絶対に病気になるんです。それこそ明日は絶対大事な日だから熱出しちゃいけない、熱出しちゃいけない、熱出しちゃいけないって思えば思うほど、で本心が本当にそう思ってるか、ちょっと行くの嫌だなと思ってるかみたいな違いって結構実は脳に指令を出してると思ってて、だから本当にこうふざけて言ってるんですけど、いつもは意外と病はメンタルからっていうのは、病は気からっていうのは実際で、なのでそうですね、まずは元気でいること、だから発信する言葉も表情も頑張ってそうやってると、脳も多分そこを反対に生きにくいというか、脳科学的なものあると思うんですけどね。食事とかでそこまでこだわりないけど、健康には気遣っているところで準備みたいな。そうですね。トレーニングしてたり、野球をやったりっていうところで健康維持をしてるっていうところですね。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。